どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回ですね、緊急で iPhone の 3% ですね、ポイント還元がやってまいりました。3月31かなまでになっております。で、リーベイツ経由して、これ結局 Apple の公式サイト飛ぶんですけど、プラス 3% 還元がつきます。なので、分割払いも使えますので、これも対応してます。だいたい3400ポイントとか、128GB のモデルで、3800ポイントぐらいかな ?120、156で。なんで、iPhone 15 Plus も対応になります。で、今回と違うのが、これ同時購入時のApple Care Plus ですね。いわゆる保険みたいなやつなんですけど、が20% 還元されます。なので iPhone15 の、これ2年間の一括払いになるんですけど、23,800円の Apple Care にポイントがつきます。20%。なんで、この場合だと4300ポイントぐらい。実質2万円ぐらいで Apple Care 入れちゃうので、これはかなりお得なんじゃないかなと思います。個人的には Apple Care は特に必要ないかなとは思うんですけども、理由とか、こういった人は入っていいんじゃないかっていうのを後ほど解説しますので、お待ちください。後ほどお話します。で、あとですね、iPhone 15以外に iPhone、14とか、14プラス、13、iPhone SE とかも対象になっております。14ね、13あたり。おすすめは13かな。でも、一般的には13がいいかなと思うんですけども、14とかのモデルでカラーが好きなのがあるよとか、プラスモデルがいいよっていう方は、14でもいいと思います。13と14はほとんど一緒です。正直、見た目してもね。はい。iPhone SE は、出るかもしれないんで、で、ちょっとやっぱ Apple で買うとね、割高なので今。で、あんまり今はおすすめしないですかね。だいたい3000ポイントぐらい返ってきますので、Apple Care こっちも対応になってて、だいたい1万円ぐらいで入れるので、いいんじゃないかなと思いますね。ただこっちは24回払いまでになってます。今回、iPhone 15 Pro とか Pro Max ですね。プロモデルに関しては対象外になりますので、1% 還元ですね。1% は返ってきます。その代わり。ケア 20% はね、かなりでかいんじゃないかなと思います。で、ペイディ後払いっていうのもね、できますので、分割手数料0円で36回払いまでね、きますので、これも活用してもらっていいんじゃないかなと思います。で、今 1% 還元かな他の製品に関しては。よくある質問。注意点みたいなところなんですけども、分割払いを利用しなくても楽天ポイントが還元されるのかっていうところなんですけども、どんなお支払い方法、一括だろうが、分割だろうが、はい、つきます。リーベイツね。ポイントが。で、分割払いの場合は、ポイントバックですね。ポイントも、じゃあ回数分には分割で来るのかみたいなところなんですけど、ポイント自体は、付与予定日に、一括で申請されます。で、だいたい翌月か翌々月かな。ちょっと先にはなるんですけども、忘れた頃ぐらいに来ますね。分割払いの手数料と、条件。審査がね、一応あるので、そんなにきつくないと思うんですけど、ペイディね、やってもらうと、アプリで全部ね、完結するので、下取りを出す場合、その分もポイントバック対象になるのかとか、割引された場合はどうなるのかっていうところなんですけど、下取り価格とか割引された金額に関係なく、デバイス本来の購入価格がポイントバック対象になるので、下取りに例えば出しても、ポイントはね、満額もらえますっていう感じですね。本は楽天モバイルのみで使えるの。はい、そんなことはないです。Apple 公式サイトで買うと同じなので、SIM フリーになるので、何でもどこでも大丈夫です。注意点はあと、そんなもんかな。1% 還元とかになりますかね。他の製品は。特に Apple Care に関してはめちゃくちゃお得かなと。3% 還元ですし、本体自体も。他にですね、Mac のやつとか、マクドナルドの方ですね。MacBook じゃなくて。いろんなこのサイトで使えるので、Apple 以外でも使えますので、ぜひね、活用してもらえばと思います。と、JAL とか、ね、1% 還元とか、楽天トラベルとか、地味にね、旅行行くときに、どうせいつも楽天トラベル使ってるよみたいな方は、すごいお得になりますので、旅行とか結構やっぱね、使うんで、JAL とかね、使いますね。国内線の航空券とか。これはね、めっちゃいいですよ。楽天ポイントが貯まりますんで、購入方法的には本当にこのストアに進むっていうのを押してもらって、対象商品がどうかっていうのが出ますけども、最大 20%。iPhone だと3% かな。で、同時購入したら Apple Care で 20% 還元。このままストアに進んでもらって、そしたらiPhone の購入ページですね。いつも通りなんですけども、出てきますので、例えば iPhone15 を選んで、カラーは、僕ブルーも、グリーンにしようかな。正直ストレージ128でいいかなと思いますけどね。今の iPhone の使ってる容量を確認してみてください。で、下取りは使いたかったら使ってもいいです。今の iPhone を出してみたいな。下取りを利用しないでいいか。番号を入れるみたいですね。iPhone の設定から一般情報に入ってます。下取りを使わない。で、もし後払い使いたいんだったらこっちを選択して、後払い
で、通信キャリアの接続、ソフトバンク使うとなんか安くなるんですけど、多分やめた方がいい。そもそもの価格が高いから。ペイディとか、まあ一括だったらこれで、後で通信キャリアとまあ自分でやるみたいなのがいいのかな。まあどうせソフトバンクの人はソフトバンクでいいかもしれないですけど、分割払いだとまあちょっと安くなるみたいですね。キャリア割引。ソフトバンクの回線を使うんで、まあ結局どうなんだろう。トータルで見てお得かどうかっていうのはちょっと微妙なんですけど、Apple Care ですね。これ後ほど解説しますけども、まあ大体この2つのプランかな。もし入れたかったらここで入れちゃっていいと思うんですけど、入れるかどうかちょっと後ほど説明します。月額かこの2年間っていうのが選べます。まあそれでまあ追加してあとまあ買うみたいな感じかな。大体まあこのぐらいの金額になるのかな。1000ポイントぐらい返ってくるのかな。この場合だと。で、この Apple Care 入るべきなのかどうかっていうね、ところ行きましょうか。はい。あとまあ iPhone 15もね、レビューもしたいと思うんですけども、Apple Care ってそもそもいるのかっていうところなんですけども、で結論から言うと、多くの人はまあ基本必要ないと思います、僕は。例外ありだし、まあ、今回に関しては 10% 還元もあるので、まあ、結構ありかなと思ってます。必要ないのかっていうところなんですけども、まず1個目、この料金的な負担ですね。さっき見てもらった通りですね、この2年間のまあ一括払いと、月額払いっていうのがあります。iPhone 15の場合ですね、15 Pro とかだともうちょっと金額上がるんですけども、で、Apple Care の中にまず2つあります。Apple Care Plus っていうのがまあ標準のやつ。盗難紛失プランっていうのは、まあ、いわゆるその盗まれたりとか、自分のまあ過失でね、どっか消えちゃったみたいな、入れるなら、こっちいう風になってます。こっちは保証されると。これ2年間ですね、保証。23,800円。これなんで一括払いって感じです。2年間。一括じゃなくて、こう月々で払う、あるんですけども、1180円かな。ただ今回の場合は、一括かな。一括払い時のみポイント還元になるので、むしろまあ一括払いの方が安いんで、まあいいかなと思いますけど、月払いにすると大体28,000円ぐらいかな。はい。盗難プランだとまあ3万円ぐらいにはなってくるので、ちょっとまあ料金的な、まあ、保険ではあるんですけども、内容はね、ちょっとこれからいろいろ説明していくんで、まあ、バッテリー交換サービスの条件がきつめってあるんですけども、この保証内容の中に、まあ例えばこの過失とか事故による損傷ですね、修理サービス。まあこれはいいんですけども、容量ってバッテリーの容量が 80% 未満になった場合に無料で交換しますよっていうサービスなんですけど、さっき言ったようにこの保証ってまあ2年更新なんですよね。2年使って、まあまた2年、さっきみたいに2万円ぐらい払うっていう感じなんですけど、2年以内に 80% 未満になるのってまあなかなかないです。正直言うと相当ね、かなりヘビーに使わないと、大体2年だとまあで 85% とかですかね、 90% とかと思うんで、まあなかなかここはね使うことはそんなにないんじゃないかなっていう、対象になる人は少ないんじゃないかなと思います。で、あとまあ盗難とか紛失に関してやっぱり日本だとねそんなにリスクはないのかなと思います。日本の場合だと、まあ、例えばじゃあ居酒屋に忘れてきたとかトイレに忘れてきても大体帰ってくること多いんですよ。僕も結構忘れるんですけど、大体とねやっぱり日本人の方は届けてくれるんで、やっぱ探すアプリっていうのがあるので位置情報をまあ簡単に知れるんですよね。で、割と落としても戻ってくることが多い。このリスクはまあゼロではないですけど少ないのかなと思います。そういったところがあるかなと。逆にどういった人がこう入った方がいいのかみたいなところなんですけども、もう本当にいわゆる保険なんで言ったらもう安心料金としてですね、もう割り切れると。まあこのぐらいの価格を全然もうだったら、まあ安心を買うじゃないんですけども、このサービスをこういつでも受けたいという方は、まあいいんじゃないかなと思います。やっぱり iPhone をケースなし、保護フィルムなしで、まあいわゆる裸ですね。で使いたいと方は、これはね結構ありかなと思ってて、この修理代っていうのが安くなるんですね。Apple Care に入っておくと、無料ではないんですけども、あとはまあここ数年で破損とかね、まあ、割と画面割れたりとかカメラがぶっ壊れたとか、こう落としてんなみたいな、落として壊れた経験が割とあるみたいな方はね、背面割れとかまあ割とありなんじゃないかなと思います。得するケースに入ってくると思うんで、例えば、このお見積もりっていうのがねできるんです。修理代ってじゃあどれぐらいかかるのかっていうところなんですけど、例えば画面ですね、正面の画面がディスプレイが割れたという場合に42,800円かかります。Apple Care じゃなかったら。けどプラスに Apple Care 入ってたらこれ3,700円で、修理できますので、まあ例えば基本的にはねやっぱ1回でも使えばまあ元が取れるようになってます。大体壊した部位によるんですけどね、背面だとねちょっと安いんですよね、確かね。この料金のところね全部2万ぐらいだったかな。2万、15だとまあ25,900円なんで、これでも一応元は取れるっちゃ取れるのかな。まあトントンぐらいかな、背面ガラスだと。まあどうせなんで落とすなら正面から落とすならだとあれだけど、で39,100円ということになりますので、でまあ2万ぐらい払ってるんで、まあ元は取れるかなという感じではございます。そういう計算だと。海外で利用するとかよく使うっていう方は、まあ、入っといてもいいのかなと思いますね。やっぱね、紛失とか破損のリスクというのはよく登山したりとか、
アクティビティみたいにアクティビティとか行く方とかですね、海外で例えばこの置き忘れたりすると基本は戻ってこないです。僕も海外ね行って、僕はインド行ってたんですけども、連れてきたらもうありませんでした。やっぱり高価なんで iPhone ってので、そういった場合やっぱ紛失とかね、盗難法に入っておいてもいいのかなと思います。海外でもやっぱ同じサービス受けれるっていうのが、結構大きいかなと。日本じゃなくてもね受けれますので、はい。で、あとやっぱこのエクスプレス交換サービスっていうのをね、やりまして、特典の中の1個なんですけど、Apple Care の。要するにiPhone なくしたり、壊れた時に修理、交換機をね、すぐ送ってくれるんですよね。なんで手元にこうスマホがないっていう状態を最小限の時間に抑えれるというサービスで、保証の場合ね、例えば12,900円かな ?iPhone 15の場合だと、もうすぐ欲しいっていうね、方は、一応バックアップを取っておくっていうね、条件はあるんですけども、取っておけば、新品と一応ね、この12,900円で交換してくれるというサービスがございます。これは結構あり。はい。条件が一応ね、あるんだけど、普通に壊した感じだと多分大丈夫です。修理交換がね。最初一応クレジットで払っといて、来たら、先に払っとくみたいな。前払いではあるんですけど、交換機を送るみたいな。で、対象だったら、くれるみたいな感じなんですけど、これは結構ね、一回はエクスプレス交換サービスを使ったことあるんですけど、めっちゃ便利です、正直言うと。そこら辺はね、非常にいいのかなと思うんで、今回の場合はね、結構格安というかね、3,800円。特に iPhone15 とか、新しいモデル14とかもそうなんですけど、最新のモデルとかって結構やっぱ修理代がですね、さっき見てもらった通り、面だとまだいいんですけど、正面のガラスとかだと、やっぱり4万ぐらいかかってしまうので、こう入るメリットは大きいかなと思う。古いモデルだとね、そんな高くないんですよ。例えば iPhone SE とかだとあんまりね、高くないんですよ、正直ね。そんなメリットが少なくなってしまうので、今回やっぱポイントが 20% 返ってきますので、実質2万円っていう考えると、2年保証がね、保証されるって考えると、だいたい月額833円とかになります。だいたい2万円を24で割るとっていう感じですね。やっぱ 20% ポイントバックの恩恵なのかなというところですね。4300ポイントぐらい返ってくるんで、これは結構でかいですよ。で、このポイントじゃあどうやって使うのかっていうことをよく聞かれるんですけど、楽天ポイントって楽天市場でしか使えないんでしょっていうね、たまに言われる時あるんですけど、そんなことないです。この楽天ポイントは、楽天ペイっていうのがあるので、現金とも同じ感じで正直使えます。期間限定ポイントっていうね、形で来るんですが、少なくとも1ヶ月ぐらいは使えるので、こんな感じで期間限定ポイントで入ってきます。通常ポイントとは別で。で、このまま、街で、使えるところはね、コンビニは全部使えるし、スタバとかもね、マックとかも対応したので、使えますよ、絶対に。もうなんで街中で使えない。大体ね、皆さんが使うようなところ1個ぐらいはあるんじゃないかなと思いますので、これ活用してみてほしいかなと思います。プロケアの話が長くなってしまったので、ミニレビューはね、サクッといこうかな。iPhone15 ね、自体は、すごいおすすめできます。ちょっとこれでレビューしてるんで見てほしいんですけども、とにかくやっぱ軽いです。ここかなと思う。プロに比べて特にいい点は。軽くて、もう中身は iPhone 14 Pro なんですよ。前のプロモデルと、性能的にも同じなんで、バッテリー持ちと画面の明るさとか、あとカメラがね、結構寄れたりします。気になった点で言えば、常時表示というね、画面をずっと点灯しておく機能がないとか、USB-C にね、これも一応メリットであるけど、転送速度自体は遅い。バッテリーのね、充電速度は一緒なんですけど、データを送ったりするときはちょっと遅い。あと画面に関しては僕はそんな気にならないかなと思うんですけども、大体こんな感じかな。USB-C になって、これかっこいいでしょ。カメラも綺麗ですね、普通にね。はい。ダイナミックアイランドが入ってますので、これ動きます。上がかなり iPhone 14 Pro みたいな感じかなと思いますので、2倍望遠が入ったので寄れます。はい、今までのこの無印というかね、安いモデルはズーム機能なかったんですけど、基本光学ズームはできなかった。 USB-C が結局一番大きい気がしますけどね。 AirPods も今セールしてるけど感じで、デザインね、ダイナミックアイランドはね、便利ですよ。やっぱりこれは劇的に変わるわけじゃないけど、結局なんだかんだ便利。Uber Eats がこう来てますよとか来たりとか、アイランド、これ電話しながらこのタイマーをね、今動いてたりとか見れますんで、 AirPods の接続とか、要するに画面を全部覆わないんで、自然とこう通知を iPhone 操作しながらできるっていうのが非常にいいとこかなと思います。やっぱディスプレイがね、明るくなったんですよね。特に iPhone14 と比べて最大2倍っていうところで、
これ明るいのね、かなりディスプレイが綺麗に見えるというか、すごい見やすいですので、意外とここで新しい iPhone を試してもらうと、なんか画面が綺麗だねとか言われることありますね。はい。で、スタンバイモードは横にしたらね、充電中横にして表示されるんですけども、ただ30秒ぐらいで消えます、これ。常時表示機能がないので、そこはちょっとあれなんだけど、カラーインフューズドグラスっていうこのガラス自体に色が入ってるね。結構高級感があるんじゃないかなって思いますけどね。はい。で、48メガ4800万画素になりました。2倍望遠がね、結構いいんですよ。結構寄れる。光学ズーム、綺麗な、1倍はこれなんですけど、結構寄ったら割とね、画角が変わるんで、全然違う感じで綺麗に撮れます。0.5 倍はね、前からあったと思うんですけど、これね、結構ね、便利。ポートレートはまあいいかな。綺麗です。写真は。2倍望遠ができるので、寄った画角でね、撮れます。これ結構ね、便利ですよ。バッテリーはね、普通にいい。A16 バイオニックね、強いよ。はい、みんな嬉しい USB-C。っていう感じで、転送速度はねちょっと遅いんですけど、データ転送そんなしないと思うんで、正直ね、エアドロップもできるんで、充電速度は一緒です。なんならライトニングより速いので、ちょっと自己検知とかは前から入ってるかな。そんな感じでかね。iOS もしっかり使えるし、めっちゃおすすめです。15は。ぜひね、ちょっと気になる方はレビューをねもらえばなと思います。おまけで楽天モバイルもね、今なんかすごいキャンペーンをしてて、2万ポイントかな。初めて楽天カード持ってれば2万ポイントで、もし持ってなかったも新規入会であれば1回申し込みした人はねダメなんですけど、プラス1万ポイントなんで3万円かなっていうのがあって、最初の iPhone も入ってるのが2万円引きとかで、モバイルこのクーポンコードね、ここの申し込むって押してもらうとこのまま飛ぶんですよね。クーポンコードがこんな感じでクーポンコードが適用されるので、このままプランをしていって、この最強プランしかもうないので、かけ放題とかいらない基本こういうのはいらないと思うんで、オプションは SIM カード、物理的なカードか、この eSIM ってやつだともう本当にすぐ開通します。早かったら3分ぐらいで開通しますね。これどっちでもいいんですけども、で、もしiPhone とかあったらこの製品選択、さっきのそれか普通に iPhone、リーベイツで買ってもらって、回線だけ契約もできますので、もちろんApple で買った方が安いので、このまま普通にコムって言ったらもうこう飛んじゃうんでやめますけど、こんな感じでこれ結構ねやばいキャンペーンなんでいいです。はい、楽天モバイルレビューしてるのでいいですよ。普通に安すぎる。データ量だって無制限だから。でもしもう一回ね、以前楽天やってたんだけどもう一回乗り換えたいみたいな人もこれ対象になって、これねなんか三木谷社長がから特別なお客様へっていうところで、番号そのままこっちは乗り換えですね。他のキャリアから例えばなんかドコモからとかもう一回楽天もにするとかの場合だと1万4000ポイントですね。こっち新規契約だと7000ポイントになっちゃうんで、さっき新しくこう契約するんだったらこっちがいいんじゃないかなと思いますね。初めての方はこっちがお得だと思うんで、それ以外の方、もう一回出戻りとかの場合はこっちがいいかなと思います。対象になるので1万4000ポイントですね。でしかもなんか1件につき1万円を災害人道支援とか使われると、なかなかすごいいいですよね。これね、力お申し込みってもらえばこのままこのログイン画面飛ぶので、プランはねめちゃくちゃ今頑張ってますね。安い、非常に安い。制限で使ったいとデータ容量によってこう金額が変わるという感じになってます。一番マックスで言っても3168円とか3200円ぐらいですという感じでございました。で、楽天モバイルに関してはですね、楽天モバイルの3年レビューっていうところで結構詳しく話してるので、家族割も出たので、最近結構ねいろいろ出してますね。iPad 来るんじゃないかっていうところだったりとか、今セールね Apple 製品もまだしてるので、また次の動画で、出そうかと思ってます。MacBook Air もねレビュー動画準備してるんでお待ちください。 M3 のね新しいモデル、これ前回ね 5% 還元だったんですけどね、だからApple ね新製品とか気になる方はぜひね、ご覧見てください。 Mac の選び方とかもございますのでぜひ。はい、iPhone のレビューはねあるんで概要欄貼っときますね。これでいい。これ結構伸びてるんでね iPhone15。はいということでございました。適宜あとコミュニティ欄とかでも発信しておりますので、M1 がね、在庫復活したり AirPods Pro ねこれめちゃくちゃ安いんで本当にこれは買った方がいいと思います。新しいのねまだ出ないと思うんで、出てもそんな変わんないんでぜひチェックしてみてください。ということでまたこの動画少しでも役に立ったって方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。もう少しでね、とりあえず 2.5 千人まで、ほんとあと少しなんでお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。なかなかね、この還元はえぐいですよ。3%、23% 還元だもんね。冷静に考えて。プルケアもね、これ入っておけばとりあえず安心ですかね。っていうのはある。これはね、超お得だから、本当におすすめ。この楽天モバイルも結構これやばいんで、楽天モバイル安いから、そして。いや、いいよ、おすすめですよ。ポイントがね、どんどん溜まっていくから、ほんと。